問題が解けなかったら退学なんてあんまりです。廊下に響くその声は、ある女子学生が一生懸命に訴えているものだった。彼女の前には厳しい眼差しを向ける教授が立ちはだかっている。理解できないならここに居場所はない。これは高度な数式だが、それを解けなければ君は即刻退学だ。そんな、専門家でも頭を悩ませるレベルですよ。それで退学だなんて理不尽です。理不尽？教授が生徒に問題を出すのに何か問題があるのかな。女子学生は髪を握りしめ、その場に立ち尽くした。彼女の目には絶望が広がっていた。彼女が研究室に戻ると、俺は軽くノックをして部屋に入る。失礼します。机に広げられた紙には、途方もなく複雑な数式が並んでいた。その数式、こうやったら解けるよ。俺はチョークを手に取り、黒板に向かった。彼女の驚きの声が背後から聞こえる。どういうこと？あなた、一体何者なんですか？この日を境に、俺の人生は予想外の方向へと動き始める。俺の名前は町田治、35歳、独身。日本の私立大学で清掃員として働いている。特別なことは何もなく、地味に暮らしている。誰にも気づかれず、誰の記憶にも残らない存在。それが、俺の日常だった。朝、いつもの時間に起きて、昨日のうちに買っておいた弁当を食べ、いつもの電車に乗る。大学に着いたら、いつもの制服に着替えて、いつものルートを掃除する。誰とも深く関わらず、ただそこにいるだけの存在。それが、俺の選んだ生き方だった。選んだ、というより、流れ着いたと言った方が正確かもしれない。ある意味、この仕事は俺に合っている。誰にも邪魔されず、自分のペースで働ける。ここで働き始めた時には、これまでの環境と大きく異なり、戸惑っていたが、今はなんてことない。習慣って恐ろしいな。そうつぶやきながら、工学部研究棟の廊下を掃除していた時だった。ガラ。研究室のドアが開き、中年の男性と女子学生が飛び出してきた。待ってください、久富教授。それはあまりにも理不尽です。女子学生は男性を追いかけ、何かを一生懸命に訴えている。対して男性は女子学生を振り払うように廊下を突き進んでいく。タガさん、何度も言わせないでくれ。どうして私だけがそんな難題を？納得できません。タガと呼ばれた彼女は、きっと男性、久富教授を見据えた。意志の強そうな瞳だが、不安が見え隠れしている。納得。教授が生徒に問題を出すのに何か理由が必要なのかい？それは。これは君の実力を確かめる、いわばテストだ。だからって、解けるわけないじゃないですか。専門家でも頭を悩ませるレベルでしょ？そういった問題に取り組むのも大学の仕事だ。いいか、もう一度言う。この数式が解けなければ、君は退学だ。この指示は覆らない。久富教授はそう言うと、早足で去っていく。残されたタガさんは髪を握りしめ、その場に立ち尽くしていた。俺は掃除の手を止め、その光景を見ていた。通常なら、学生の問題には関わらない。それが、清掃員としての暗黙のルールだった。学生と教職員の間に横たわる問題は、清掃員である俺の領分ではない。だが、タガという学生の表情に引き込まれた。一生懸命に訴える姿。そして、拒絶された後の絶望。かつて、自分も同じような顔をしていたことを思い出した。タガさんは研究室に戻り、窓際に座り込んだ。髪を机の上に広げ、頭を抱えている。その肩は小刻みに震えていた。泣いているのだろうか。俺はモップを手に教室の入り口まで来ていた。失礼します。掃除をしてよろしいでしょうか。本来ならそう声をかけるべきだが、彼女の様子が気になって言葉が出てこなかった。代わりに軽くノックをして存在を知らせた。タガさんは顔を上げた。目は赤く腫れていたが、涙はなかった。怒りと悔しさで震えていたのだ。彼女は俺の存在を確認すると無言でうなずいた。俺の存在など、彼女にとっては風景の一部でしかない。それが清掃員という立場だった。俺は静かに床を履き始めた。入り口から窓際へと近づいていく。タガさんの机に近づくにつれ、彼女が見つめる紙の内容が目に入った。
複雑な計算式が並んでいる。多変数の変微分方程式と境界条件。高等数学の応用問題だ。彼女の目には焦りと絶望が混じっている。詳しい理由はわからないが、これを解かなければ退学。そんな不当な理由で退学に追い込まれようとしている彼女を見て、胸が締め付けられた。これを解けというのは、無茶だな。思わずつぶやいた言葉に、多賀さんが顔を上げた。すみません。掃除の邪魔をして。彼女は、申し訳なさそうに少し場所を移動した。いえ、気にしないでください。俺は掃除を続けながら、ちらりと紙の上の数式を見た。多賀さんのため息が聞こえる。どうすれば？彼女は絶望的な表情で紙を見つめている。俺の仕事は清掃。このまま黙って掃除を終え、この部屋を去ればいい。だが、このまま見過ごすわけにはいかなかった。難しそうですね。俺は何気なく言った。多賀さんは小さく笑った。その表情には自重の色が見えた。難しいどころじゃないんです。これ、解けなかったら退学になるって。彼女の声が震えた。涙をこらえているようだった。少し見せてもらえますか？はい。多賀さんは不思議そうな顔をしたが、紙を差し出した。俺は紙を手に取り、内容を確認した。予想通り、量子力学と流体力学を組み合わせた複雑な問題だ。しかし、その数式、こうやったら解けるよ。俺は黒板の方へ向かい、チョークを手に取って黒板に走らせた。変微分方程式を変形し、境界条件を適用し、一歩一歩解いていく。頭の中に眠っていた知識が、まるで昨日勉強したかのように鮮明に蘇ってきた。チョークの音だけが教室に響く。背後で多賀さんの息を飲む音が聞こえた。彼女が立ち上がる気配を感じる。驚きのあまり思わず席を立ったのだろう。この部分は境界条件を使って簡略化できる。そして、この変数変換を行うと、俺は無意識に説明を始めていた。説明しながら解いていくと、複雑な問題も整理されていく。最後の統合を記したとき、不思議な満足感に包まれた。知識を使って問題を解決する。そんな単純な喜びを体感できた。どうしてこんな難しいのに？あなた何者？振り返ると、多賀さんが目を見開いて黒板を見つめていた。その表情には純粋な驚きと困惑が混ざり合っていた。ここの清掃員です。俺は肩をすくめた。あえて詳しく説明しない方がいいと判断した。過去を掘り返されたくなかったし、何より目立ちたくなかった。それだけじゃないでしょう。多賀さんは食い下がった。彼女の目は真剣そのものだった。この問題、工学部の教授たちでも頭を悩ませるレベルだって聞いています。それを、こんなにスラスラと。昔、似たような問題を解いたことがあるんです。偶然ですよ。俺は淡々と答えた。偶然なんかじゃない。これだけの知識がある人が、どうして清掃員を？彼女の言葉は途中で止まった。自分の言葉が失礼だと気づいたのだろう。すみません。余計なことを言って。俺は首を振った。彼女を責める気はなかった。むしろ率直な反応が新鮮だった。長い間、誰も俺の能力に気づかなかった。気づかせないように生きてきたのだから当然だが、いいんです。人生いろいろありますから。黒板を指さして続けた。これを写しておいてください。これで久富教授も文句は言えないでしょう。でも、これが私の回答だって信じてもらえるかな？確かにその心配はもっともだった。突然、専門家レベルの問題が解けるようになったと言っても誰も信じないだろう。じゃあ、こうしましょう。俺は再び黒板にチョークを走らせた。今度は回答の過程を簡潔に説明するメモを書いた。これを見ればあなたが理解して解いたことになります。質問されたら答えられるようにしておいてください。多賀さんは感心した様子で黒板を見つめた。すごい。こんな風に説明されると理解できる気がします。理解できなくても言葉だけ覚えておけば大丈夫です。専門用語を並べれば相手は質問しづらくなりますから。俺はウインクした。多賀さんは思わず笑った。その笑顔に俺も思わず微笑んだ。あれから1週間が過ぎた。多賀さんから回答に関する連絡はなかったが、
どうやらうまくいったようだ。俺は日常である光学灯の廊下掃除を淡々と続けていた。窓から差し込む午後の日差しが床に長い影を落としている。ワックスがけをしたばかりの床が光を反射して、まるで鏡のように輝いていた。俺はこの瞬間が好きだった。自分の仕事の成果が目に見える形で現れる瞬間。単純だが確かな達成感。町田さん。背後から聞こえた声に驚いた。こんな元気な声で俺を呼ぶ人なんていないと思っていたからだ。声の正体はタガさんだった。タガさん。タガさんは息を切らしながら駆け寄ってきた。両手には大量の資料やノートを抱えている。彼女の目は輝いていた。あの時は本当にありがとうございました。久富教授、全然文句を言わなかったんです。むしろ感心してました。彼女は嬉しそうに報告した。その表情には純粋な喜びが溢れていた。俺は少し照れくさくうなずいた。よかったですね。本当にありがとうございました。それで、実は相談があって。タガさんは周囲を見回し、人目を避けるように声を低くした。その様子に、俺は不安を覚えた。また何か問題が起きたのだろうか。近々、大学内研究コンクールが開催されるんです。優勝者には大きな研究費とサポートがつくんです。知ってますか？ああ、1階のロビーに貼っているポスターに書いてあった気がするね。私、救命ロボットの研究をしているんです。災害現場で人命救助ができるロボットの開発が夢で。それは素晴らしい研究テーマですね。ありがとうございました。でも、設備や資金が足りなくて、このコンクールで優勝すれば、本格的にロボットの開発を進められるんです。タガさんの情熱には伝染性があった。彼女が話すほどに、その夢の大きさと純粋さが伝わってくる。俺は心からそう思った。若い研究者の情熱と使命感がとても眩しい。それで、タガさんは少し躊躇した後、勇気を出したように続けた。町田さんに協力してほしいんです。え、俺に？お願いします。あの時の数式を解いた町田さんにご指示いただけたなら、きっと成果が出るはずです。私一人では。タガさんの目には切実さが宿っていた。彼女にとって、このコンクールは単なる学内イベントではなく、夢への重要なステップなのだろう。その時、廊下の向こうから女子学生のグループが近づいてきた。その中心にいた学生がタガさんを見つけると意地悪そうな笑みを浮かべた。あら、タガさん、コンクールに出るって本当？彼女の声にはあざけりが混じっていた。タガさんの表情がこわばるのが見えた。増山さん。ええ、出るわよ。もちろん優勝のために。タガさんの声には緊張が滲んでいた。増山と呼ばれた学生は、洗練された服装と自信に満ちた振る舞いで、周囲の学生を従えているように見えた。あなたが優勝？無理無理。私がいただくわ。増山さんは高笑いをした。彼女の言葉には絶対的な自信があった。どうしてそんなに自信満々なの？だって状況が違うもの。審査員は教授たちよ。そして私は学園長の孫。誰もが私に注目するってわけ。みんなの興味を引きつけなければ優勝なんて狙えないわ。なるほど。彼女は学園長の孫なのか。確かに、この手のコンクールというものは実力だけでなく、審査員からの期待度も必要なのだろう。すでに、勝負は始まっているのだ。そんなことないわ。私にも味方がいるから。タガさんは胸を張っていった。その声は少し震えていたが、意志の強さは感じられた。彼女の言葉に、増山さんは目を細めた。味方？まさか。増山さんは視線を俺に向け、上から下まで寝踏みするように見た。その目に映っているのは大学の清掃員だ。まさか、そちらの清掃員さんのこと？彼女は高笑いをした。その笑い声は廊下に響き渡り、周りの学生たちも釣られたように笑い始めた。そんな人に頼るなんて無謀よ。清掃員が何を知ってるっていうの？ああ、もしかして床の掃除方法？そちらに関してはプロですもんね。増山さんのあざけりに周囲の笑い声が大きくなる。タガさんの顔が真っ赤になり、目に涙が浮かんでいるのが見えた。私は忙しいから、これで失礼するわね。増山さんは、勝ち誇ったように顎を上げ、友人たちを連れて歩き去る。
廊下には俺とタガさんだけが残された。すみません。私のせいで町田さんまであんな風に言われてしまい。タガさんはうつむいていった。その声は消え入りそうに小さかった。気にしないで。俺はモップを壁に立てかけた。この状況ではもう掃除どころではなかった。タガさん、どうしてそんなにコンクール、いや、ロボットにこだわるの？その質問に、タガさんは少し驚いたように顔を上げた。彼女の目には言葉にできない感情の深さがあった。私が小学生の時、大きな地震があったんです。彼女の声はかすれていた。過去の記憶をたどるのは彼女にとって簡単なことではないようだった。私の家族は無事だったけど、私の親友や親戚が倒壊した建物の下敷きになったんです。タガさんは自分の手を見つめながら続けた。レスキュー隊が一生懸命に捜索して、でも到着が遅くて、到着しても狭い場所に入れなくて。彼女の声が途切れた。話す必要はなかった。結末は明らかだった。もしそこに小さくて高性能なロボットがあれば、もし人間が入れない場所にロボットが入れていれば、それだけで救われる命がきっとあったと思うんです。だから私はいずれ本格的にロボットを開発できるようになりたくて、この大学に入学しました。正直、ロボット工学そのものを専門に学べる大学は他にもありました。でも、ここは企業や国からの補助金が豊富で、大規模な研究事業をたくさん抱えているんです。最先端のプロジェクトに参加すれば、夢に一歩近づけるんじゃないかって。彼女は苦しそうに言葉を詰まらせた。私、ロボットの設計やプログラミングは得意なんです。けれど、いざ災害現場で実用化するためには、制御理論とか高度な数学が不可欠。そこが大きな壁でした。人がいくら努力しても補えない部分があるんじゃないかって何度も悩みました。学校の研究費がどれほど大きくても、結局は実力で選ばれなきゃプロジェクトに参加できない。ましてや、数学を扱う教授陣からこれくらいの理論もわからないのかなんて言われたら、もう返す言葉がなくて。俺は黙って彼女の話を聞いていた。彼女の中に燃える情熱、そして過去のトラウマから生まれた使命感。それは単なる学業の成功や賞を取るための野心ではなく、人命を救いたいという純粋な願いだった。無理かな、やっぱり。タガさんはそうつぶやいた。彼女の目からは光が消えかけていた。俺は自分の過去を思い出していた。今目の前で夢に向かって一生懸命に戦っている若者を見ると、どうしても放っておけない。俺が数学を教えるよ。思わず口から出た言葉に自分でも驚いた。え？タガさんは目を丸くして俺を見た。諦めないで。俺は強く言った。その言葉はタガさんだけでなく過去の自分にも向けているようだった。本当ですか？本当にいいんですか？うん。君の情熱に負けたよ。今日の夕方から俺の仕事が終わった後に図書館で会おう。タガさんは笑顔でうなずいた。その笑顔には純粋な喜びと感謝が溢れていた。それからの日々は目まぐるしく過ぎていった。日中は通常通り清掃の仕事をこなし、夕方になると図書館でタガさんと会う。彼女が開発している救命ロボットの制御プログラムを改良し、数学的な基礎から応用までを教えていった。タガさんは驚くほど吸収が早かった。単なる暗記ではなく、根本的な原理を理解しようとする姿勢が印象的だった。彼女の目は常に真剣で、質問も鋭く、的を射ていた。時間が経つにつれ、タガさんとの距離は自然と縮まっていった。単なる教える側と教わる側という関係ではなく、一つの目標に向かって協力する同志のような関係に変わっていた。彼女の作る救命ロボットのプロトタイプが少しずつ形になっていくのを見るのは純粋に楽しかった。小さな成功の積み重ねが大きな達成感につながっていった。ついに動きました。ある日、タガさんは小さなロボットを持ってきた。それは彼女の手のひらに収まるサイズだったが、複雑な動きができるように設計されていた。見てください。このセンサーが障害物を検知して、最適な経路を計算するんです。彼女は誇らしげに説明した。俺が教えた数学的アルゴリズムがロボットの動きに命を吹き込んでいた。すごいじゃないか。俺は素直に褒めた。彼女の成長と努力は心から称賛に値するものだった。これも
町田さんのおかげです。多賀さんは嬉しそうに言った。彼女の笑顔には純粋な喜びが溢れていた。いや、これは君の努力の結果だよ。俺は首を横に振った。確かに、数学的な部分は俺が手伝ったが、ロボットの設計やプログラミング、そして何より情熱はすべて彼女のものだった。いよいよコンクールまであと3日ですね。多賀さんは少し緊張した様子で言った。大丈夫。君なら絶対に優勝できる。俺はそう言って彼女の肩を軽く叩いた。本当にそう思っていた。多賀さんのロボットは技術的に優れているだけでなく、人命救助という崇高な目的があった。ありがとうございます。多賀さんは深く頭を下げた。その仕草にはこれまでの日々への感謝が詰まっていた。さて、最後の調整をしよう。俺はそう言ってデスクに向かった。コンクールまでの残り時間を最大限に活用するつもりだった。この2週間で俺自身も何かを取り戻したような気がしていた。誰かのために知識を使う喜び、問題を解決する達成感、そして何より人と心を通わせる温かさ。長い間自分から閉ざしていた世界に少しずつ光が差し込んでくるような感覚だった。コンクールの日、大学の講堂は人で溢れていた。大学関係者だけでなく、地元企業や研究機関からの見学者も多く、会場には緊張感が漂っていた。俺は清掃員の制服を着て、会場の片隅で掃除をしながら状況を見守っていた。多賀さんの発表は最後から2番目。鳥は学園長の孫である増山真知さんだった。前の発表者が講談し、司会者が多賀さんの名前を呼ぶ。次は、工学部ロボット工学科3年、多賀優香さんの災害救助用マイクロロボットの開発についての発表です。会場からは丁寧な拍手が起こった。多賀さんは緊張した面持ちで壇上に上がった。彼女は俺の姿を探すように会場を見回し、目が合うと小さくうなずいた。その目には不安と決意が混ざり合っていた。皆さん、こんにちは。工学部3年の多賀優香です。多賀さんの声は最初こそ震えていたが、徐々に力強さを増していった。私が開発しているのは、災害現場で人命救助を行うマイクロロボットです。彼女はスクリーンに映し出された映像を指しながらロボットの概要を説明した。このロボットは直径わずか10センチながら高度なセンサーと人工知能を搭載し、瓦礫の中でも自律的に動き、生存者を探し出す能力を持っています。多賀さんの説明は明確かつ簡潔で、専門知識がない人にも理解しやすいものだった。彼女の言葉には情熱と使命感が込められていた。次に実際のデモンストレーションをご覧いただきます。多賀さんは会場中央に設置された小さな瓦礫のジオラマを指した。このジオラマの中に人間の体温と呼吸を模した装置が隠されています。私のロボットがそれを発見し、最短経路で到達する様子をご覧ください。彼女はリモコンのボタンを押した。小さなロボットが動き始める。会場は静まり返った。全員が息を飲んで見守っている。ロボットは瓦礫の間を器用に動き回り、センサーを使って環境を把握していく。その動きは機械的ではなく、まるで生き物のように流動的だった。これは俺が教えた数学的アルゴリズムの成果だ。これから特筆すべきは、このロボットの制御システムです。多賀さんはスクリーンに複雑な数式を映し出した。俺が彼女に教えた方程式だ。従来の線形制御理論では対応できない複雑な環境でも、非線形制御理論を応用することで、ロボットの安定した動作を実現しています。彼女は自信を持って説明した。最初は苦手だった数学的な部分も、今では完全に理解し、自分の言葉で説明できるようになっていた。俺はその成長に胸が熱くなるのを感じた。ロボットはやがて隠された装置を発見し、そこに到達した。小さなライトが点滅し、生存者発見という表示が画面に現れた。会場からは大きな拍手が起こった。中には立ち上がって拍手する人もいた。誰の目にもこのプレゼンテーションが卓越したものであることは明らかだった。このロボットは現在プロトタイプの段階ですが、実用化されれば多くの命を救うことができます。私の研究目標は、このロボットを実際の災害現場で活用できるレベルまで発展させることです。私は小学生の頃に大地震で親友や親戚が被害に遭いました。あの時小さくて
高性能なロボットがあったなら、狭いところに潜り込んでもっと早く生存者を見つけられたかもしれない。人間が届かない場所にロボットなら入れる。小さな体でも失った命を一つでも救えるかもしれない。あの時、私が救えなかった人たちが、もしロボットの手が届けば助かったかもしれない。そんな後悔をもう誰にもさせたくないんです。だからこそ私はこの救命ロボットをどうしても完成させたいんです。将来的には実際の災害現場で使えるレベルまで発展させて多くの命を守りたいと考えています。タガさんは力強く締めくくった。会場からは惜しみない拍手が送られた。俺はタガさんに向かって小さく拳を上げた。彼女も俺の姿を見つけ、小さく笑顔を見せた。タガさんのプレゼンが終わると、会場には熱気が残っていた。あちこちで素晴らしかった。これは優勝だという声が聞こえてきた。俺も同じ思いだった。彼女の発表は内容、プレゼンテーション、実演のどれをとっても完璧だった。そして最後の発表者である増山さんの番になった。次は工学部工業デザイン科3年、増山真知さんの未来の生活空間における自動化システムの発表です。増山は自信に満ちた表情で壇上に上がった。彼女の発表は見た目は華やかだし、中身もしっかりしている。だが、未来のスマートホームという、すでに多くの企業が取り組んでいるテーマで、特に新規性や独創性は感じられなかった。プロトタイプのデモンストレーションも単にリモコンで操作する家電の集合体に過ぎず、タガさんのロボットのような複雑な制御システムはなかった。会場の反応もタガさんの時ほど熱狂的ではなかった。丁寧な拍手は起きたものの、どこか義務的な印象だった。すべての発表が終わり、審査時間に入った。審査員は学園長を含む大学の教授陣と企業からの招待者数名で構成されていた。俺は控え室の廊下を掃除しながら結果発表の時間を待った。心の中ではタガさんの優勝を確信していた。彼女の発表は内容の独創性、社会的意義、技術レベルのどれをとっても群を抜いていた。約30分の審査時間の後、学園長が壇上に上がった。白髪の老人は威厳を漂わせ、マイクを手に取った。審査結果を発表します。会場は静まり返った。今年の大学内研究コンクールの優勝者は、短い間があった。俺は息を止めていた。増山真知さんです。その瞬間、時間が止まったように感じた。会場には驚きの空気が広がった。周囲からは、なぜというつぶやきが聞こえてきた。多くの人がタガさんの発表が優れていたことを認識していたのだ。あの内容ならタガさんの方が優れていたのに。どう考えてもタガのロボットの方が革新的だった。そんな声が会場のあちこちから聞こえてきた。しかし、それらはすべて小さな声だった。誰も大きな声で異議を唱えることはなかった。学園長の権威に対して公然と批判する勇気を持つ人はいなかったのだ。増山さんは満面の笑みで壇上に上がり、トロフィーを受け取った。俺はタガさんを探した。彼女は席に座ったまま呆然としていた。その表情には失望と怒りが混ざっていた。これほど努力して、明らかに優れた成果を出したのに、報われないという現実に、彼女は言葉を失っていたのだろう。増山さんのスピーチが終わり、コンクールの閉会が宣言された。人々が会場を後にし始める中、タガさんは突然立ち上がった。彼女はまっすぐに学園長の元へ向かった。俺は距離を保ちつつ、状況を見守る。学園長、一言よろしいでしょうか。タガさんの声には震えが混じっていたが、意志の強さは感じられた。学園長はタガさんを見下ろすように視線を向けた。その目には冷たさしかなかった。何かな？今回の審査結果について納得できません。タガさんはまっすぐに学園長の目を見ていった。どう考えても、私の方が技術的にも、社会的意義においても、優れていたはずです。会場に残っていた人々が、その場面に注目し始めた。空気が張り詰める。学園長の表情が一瞬で険しくなった。なんだその態度は。低い声だったが、怒りがにじみ出ていた。参加者が審査結果に不満を言うとは、教育が行き届いていないようだな。学園長の言葉には皮肉が込められていた。タガさんは一瞬たじろいだが、すぐに気持ちを立て直した。
不公平な結果に対して声を上げることも、学校で学ぶべきことではないでしょうか。多賀さんの反論に、学園長の顔が赤く染まった。そんなに不満なら退学してもらおうか。その言葉に、周囲からハッとする空気が広がった。学園長はさらに続けた。それと、うちの清掃員とできているらしいな。学園の風紀を乱すなら出て行け。俺はその言葉に凍りついた。どこからそんな情報が漏れたのか。おそらく、俺たちが図書館で勉強しているところを誰かに目撃されたんだろう。多賀さんの顔から血の気が引いた。彼女は完全に唖然としていた。何を言っているんですか？言葉にならない様子だった。学園長がここまであからさまなパワハラをするとは彼女も思ってもみなかったのだろう。言いがかりです。彼女は震える声で言った。町田さんは私の数学を教えてくれただけです。私が頼んだから。学園長は嘲笑した。どうやって数学を教えたのかは知らんよ。とにかく、これ以上騒ぐなら処分も辞さんぞ。その言葉に多賀さんの体が震えた。怒りと悔しさと恐怖が入り混じっているようだった。その瞬間、予想外の人物が場に割って入った。おじいさま、それはおかしいです。澄んだ声が会場に響いた。増山さんが学園長の前に立ち、まっすぐな目で祖父を見つめていた。マーチ、お前まで何を言い出すんだ。学園長の声には動揺が混じっていた。孫の突然の介入に、彼の威厳が一瞬揺らいだように見えた。悔しいけど、実力は多賀さんが上だったわ。増山さんは多賀さんの方を手で示した。彼女の声には迷いがなかった。私たちは正々堂々勝負しました。今トロフィーを手にしていますが、よくよく考えると、結果に納得できません。会場に残っていた人々の間からざわめきが起こった。学園長の孫であり、優勝者である増山さん自身が審査結果に異議を唱えるとは誰も予想していなかった。学園長は眉を潜めた。マーチ、冗談はよしなさい。審査結果は厳正に決められたものだ。おじいさま？増山さんはかぶりを振った。その表情には決意が浮かんでいた。私は勝ちたかった。でも、こんな形では意味がありませんわ。彼女は多賀さんに向き直った。多賀さん、あなたの発表は本当に素晴らしかった。私は負けを認めます。その言葉に、多賀さんの目が大きく見開かれた。彼女は言葉を失ったように立ち尽くしていた。学園長は増山さんの肩を掴んだ。何を言っているんだ。落ち着きなさい。何を言っている？それはこちらのセリフです。増山さんは祖父の手を優しく振り払った。それに町田さん。彼女は俺の方を向いた。突然名前を呼ばれ、持っていたモップを背中に隠す。あなたは、チューリヒ工科大卒の町田治さんですよね。え？その言葉に会場が凍りついた。その名前を聞くのは久しぶりだ。スイスの最高学府の工科大学で、俺がかつて所属していた場所、そして、すべてを失った場所。あなたのこと、どこかで見たことがあると思って調べたんです。増山さんの声には興奮が混じっていた。あなたは、クラインの予想を解いた天才数学者じゃないですか。会場からは驚きの声が上がった。工学部の教授数名が前のめりになる様子が見えた。クラインの予想は数学界で長年未解決だった問題で、俺がチューリヒ工科大学在籍中に解決した難問だった。多賀さんは驚愕して、俺を見ている。町田さん、そんなすごい方だったんですか？彼女の声はかすれていた。その目には複雑な感情が浮かんでいた。驚き、戸惑い、もうごまかせない。はい。だからこんなにすごかったのね。俺は言葉に詰まった。隠していた過去が突然暴かれ、どう反応すべきかわからなかった。長い間、その記憶を封印してきたのに、今ここで過去の栄光と挫折が同時に蘇ってくる。そうか、町田治か。学園長の声が冷たく響いた。彼の目には認識の色が浮かんでいた。名前だけは聞いたことがある。チューリヒ工科大学の補助金不正利用事件で追放された数学者だな。その言葉に、あの時の屈辱が鮮明に蘇ってきた。不正利用、追放。その言葉は、俺の人生を一変させたものだった。それは、所詮は追放された人間に何の価値がある。
学園長の言葉にはあざけりが込められていた。俺は拳を握りしめた。怒りというより悲しみがこみ上げてきた。過去の記憶が洪水のように押し寄せてきた。大学時代、俺はスイスのチューリヒ工科大学で数学を専攻していた。まだ10代の頃から数学や方程式に魅了され、将来は研究者になることしか頭になかった。それほど数学の世界は奥が深く、難問を一つ解くたびに見えてくる新しい謎が俺にはたまらなく刺激的だった。当時の俺はほとんど寮か研究室のどちらかに住んでいるような生活を送っていた。授業が終わるとすぐに研究室へ向かい、夜が更けても数式とにらめっこを続ける。食事をとるのも面倒になって、同じ研究室で寝泊まりすることも珍しくなかった。周りからは少しは寝ろよと呆れられることも多かったが、それでも夢中にならずにはいられなかった。誰もが頭を抱えるような難問を解いた瞬間に得られる喜び。あれほど生きがいを感じる瞬間はなかったからだ。そんな俺を当時の指導教授は最初こそ高く評価し、目をかけてくれていた。君は将来大きな成果を出すだろう。と言われると純粋に嬉しかった。教授の研究プロジェクトに参加し、論文執筆のサポートをしながら、自分の研究テーマとも絡めて毎日を充実させていた。天才とまではいかなくても、周囲からは将来を期待される若手という目で見られていたのを覚えている。ところがある日、教授が扱っている補助金の使途におかしな部分があることに気づいた。きっかけは些細なことだった。教授の研究室で書類整理を手伝っている時に、受領したはずの研究費用が、どうも実際のプロジェクトに使われていないように思えたのだ。帳簿と研究設備の整合性が明らかに取れていない。高額な装置を新たに導入した記録があるのに、実際にはそんな機械は影も形も見当たらない。水増しというにはあまりにも露骨な金額が動いていた。俺は迷った末に、教授本人にこの疑問をぶつけた。最初は遠回しに、この請求書は何に使ったんでしょうと穏やかに聞いただけだった。ところが教授は明らかに動揺を隠せない様子で、あからさまに話題を避けようとした。早口で、君には関係ないことだ。当研究室の方針で動かしているから問題はない。などと言われ、強引に打ち切られた。しかしその日の夜、研究室で一人残って作業をしていると、教授が誰かと電話で話している声が廊下に漏れてくるのを耳にした。ドアの隙間からこぼれた会話の断片から察するに、研究費を別の口座へ流用しているらしい。明らかに不正行為だ、と確信するしかなかった。衝撃だった。自分が心から尊敬し、将来を託すように学んできた教授が、まさかそんなことをしているなんて信じたくなかった。だけど、疑いが確信に変わるのに、大した時間はかからなかった。俺は事の重大さから、大学の上層部に告発することを決心した。それが正しいことだと信じていたし、研究者としても放置するわけにはいかないと思った。けれど、それが甘かった。告発の動きに気づいた教授は、なんと、俺の方に罪をかぶせるように画策し始めた。研究費の不正利用の首謀者が、俺であるかのように書類が改ざんされ、教授の知り合いの権力者たちが、そのシナリオを後押ししていた。もちろん、俺は懸命に反論したが、立場の弱い学生一人の声など、簡単にもみ消され、俺はスケープゴートとして、追放処分を受ける羽目になった。不正利用をしたのはお前だ。自分の出世のために補助金を私的流用した。そんなデマがいつの間にか学内に広まっていって、俺は一気に孤立した。それまで応援してくれていた友人や教授仲間もことごとく距離を置くようになっていった。彼らだって自分の身を守るために仕方なくそうするしかなかったんだろう。俺が真実を訴えれば訴えるほど余計に言い逃れしている犯人というレッテルが貼られていった。結局、大学は俺を異常な学生として片付けた。あまりにあっけない幕切れだった。研究成果も将来の展望も一度に失った俺は、ただ荷物をまとめて日本へ帰ってくるしかなかった。世の中の理不尽さをまざまざと思い知らされた瞬間だった。こうして、俺はチューリヒ工科大学での未来を失い、長い間、世間から距離を置くようになった。誰にも知られず、静かに暮らす。それが、俺に残された唯一の選択肢に思えたのだ。数学を捨てたのではない。だけど、もう二度と自分の知識や才能を誇る気にはなれなかった。そんな俺が今ここで再び前を向き始めたのは、
多賀さんとの出会いがあったからに他ならない。町田さん。多賀さんの声が俺を現実に引き戻した。彼女の目は不安に揺れつつも、俺を信頼している眼差しだった。そんなことが無理やり付き合わせてすみませんでした。俺は深く息を吸い込んだ。もう隠す意味はなかった。いえ、いいんです。俺の声は自分でも驚くほど落ち着いていた。確かに俺は、かつてチューリッヒ工科大学で数学の研究をしていました。不正を告発しようとして、逆に罪を着せられ、追放されたんです。会場は水を打ったように静まり返った。全員が俺の言葉に耳を傾けていた。それからは目立たず、静かに生きようとしました。俺は淡々と答えた。恥じるものは何もなかった。不正はしていないし、真実を語ろうとしただけだ。じゃあ、なぜ多賀さんを手伝ったの？増山さんの質問は、素直な好奇心から出ていた。俺は多賀さんの方を見る。彼女の情熱に惹かれたんです。人を救いたいという、まっすぐで純粋な願い。あれはかつての俺が持っていたものだったから。大学で不正を告発した結果、すべてを失って日本に戻った時、俺は自分の情熱までどこかに捨ててしまったんだと思っていました。数学が好きだったはずなのに、もう誰にも必要とされないし、何の役にも立たないと諦めかけていた。そんな俺にとって、彼女の存在は眩しすぎたんです。自分の身を削ってでも人を救いたい。誰かの力になりたい。あのひたむきな思いを見たとき、まるで心の奥底で固まっていた氷が溶けていくようでした。たとえ過去にどんな理不尽や不正に巻き込まれても、それでも誰かを助けたいって、あの無償の熱意にもう一度背中を押されたんです。彼女の夢を支えることで、俺が本当に大切にしていたものを取り戻せるんじゃないかって、そう思わずにはいられなかったんです。多賀さんの目に涙が浮かんだ。彼女は言葉なくうなずいた。だからといって、この審査結果が変わるわけではない。学園長の声が冷たく響いた。すると、増山さんはトロフィーを壇上に置く。マーチ、何をしているんだ。トロフィーを持ちなさい。増山さんはトロフィーから離れる。いいえ、おじいさま。私はこのトロフィーを受け取りません。きちんとした審査結果を知るまでは。学園長はかぶりを振った。その目には冷たい怒りが宿っていた。もうこの馬鹿げた話はやめにしよう。結果は変わらないと言っているだろう。彼の言葉には最終決定を下す権威が込められていた。長い沈黙が会場を支配した。増山さんはトロフィーから遠ざかったまま決意の表情を崩さない。彼女の勇気ある行動がこの場の空気を変えつつあった。その時、多賀さんの目に何かが宿った。彼女は深く息を吸い込み、再び顔を上げた。私にはわからないんです。多賀さんの声が静かに、しかし、確固として会場に響いた。それは単なる敗北宣言ではなく、何かに気づいた者の声だった。そもそも、うちの大学って大量の補助金をどこに使ってるんですか？私たちの研究室には一銭も届かないのに。彼女の問いかけは、まるで長い間誰も触れてこなかった傷口を開けるかのように、会場の空気を変えた。周囲から小さなつぶやきが次々と漏れ始めた。確かに。うちの研究室も予算不足で、研究費はどこで使われているんだろう。点が線になり、線が面になっていくように、個々の不満が大きな疑問へと変わっていった。これまで沈黙していた教授たちも、互いに顔を見合わせている。学園長の額に汗が浮かぶ。君、そのような無礼な。私は説明する義務など。学園長の声は怒りに震えていたが、それと同時に焦りも混じっていることは一目瞭然だった。彼の目は落ち着きなく会場を見回している。まるで逃げ道を探すように。今だ、そう思った。学園長。俺はモップを脇に寄せ、一歩前に踏み出した。もう逃げない。もう隠れない。真実が闇に葬られる姿を、もう一度見過ごすわけにはいかない。学園長の裏金について、俺は証拠を持ってます。俺の声は自分でも驚くほど力強かった。会場は一瞬で沈黙に包まれた。すべての視線が俺に向けられる。多賀さんの目は驚きで見開かれていた。何を言っているんだ、お前。学園長の顔が青ざめた。町田さん。多賀さんの声には心配が滲んでいた。しかし俺は彼女の心配を振り払うように穏やかに微笑んだ。大丈夫。俺に任せて。その言葉は多賀さんに向けたものだったが、
同時に自分自身への誓いでもあった。冗談も大概にしろ。これは立派な侮辱だぞ。学園長の声は震えていた。いえ、これは事実です。俺は内ポケットから折りたたんだ紙を取り出した。それは俺が何ヶ月もかけて集めたデータを分析してまとめたものだった。学園長、あなたは企業スポンサーからの資金と国からの補助金を横流ししてきましたね。学園長の顔から血の気が引いていく。背後から聞こえてくる会場のざわめきは雷鳴のように耳に届いた。根拠のない言いがかりだ。清掃員風情が。学園長の声は怒りというより恐怖に震えていた。根拠はあります。俺はそう言い切り、手元の資料から引き出した詳細なデータを一枚ずつ丁寧に説明していく。これは単なる数字の羅列ではない。何ヶ月もかけて集めた証拠の数々だ。この資料をご覧ください。過去3年分の会計データを分析した結果です。研究費として計上された金額と、実際に各研究室に配分された金額に大きな差異があります。例えば、宇宙工学研究室向けに計上された1億円の研究費のうち、実際に配分されたのはわずか3000万円。残りの7000万円はどこに消えたのでしょうか？会場からはどよめきが起こった。教授陣の間でも、確かに。うちも同じだという小声が聞こえる。みんな、うすうす感じていたことだったのだろう。俺は学園長をまっすぐに見据えた。彼の顔から血の気が引いていき、目は恐怖で見開かれていた。企業からの寄付金についても同様です。昨年度、テクノ産業から寄付された2億円のうち、実際に大学の施設や研究に使われたのは8000万円程度。残りの1億2000万円は、管理運営費という名目で消えています。俺は一枚一枚丁寧に資料を読み上げていく。数字と事実が学園長を追い詰めていく。そして、これらの不正な流れはすべて学園長室を経由しています。俺は会計の流れを示す図を掲げた。それは学園長室を中心に資金が本来の使途から離れていく様子を示していた。会場の緊張が一気に高まる。多賀さんが俺の横で小さく息を飲む音が聞こえた。彼女の目には驚きと尊敬の色が宿っていた。学園長はついに立ち上がった。その顔は怒りと恐怖で歪んでいた。これは捏造だ。大学関係者でもない清掃員風情が何を言う。全部デタラメだ。俺は気にせず続けた。多賀さんが今回のコンクールで優勝したら会計監査が入る可能性がある。だからあなたは自分のお孫さんを優勝させ、不正を隠蔽しようとしたんだろう。その言葉に学園長は一瞬で表情を硬直させた。まるで的中した矢が刺さったかのように。多賀さんのロボットには社会的インパクトがある。注目を集めれば外部の目も入る。それを恐れていたんじゃないですか。会場の空気が変わった。すべての視線が学園長に集中する。彼の防御はもろくも崩れ始めていた。これらの情報がデタラメだという言い訳は聞きません。すべて裏を取ってあります。どういうことだ。お前どこでそんなものを手に入れた？俺は静かに答えた。久富教授が協力してくれました。どうです？信頼に値するでしょう。その言葉に会場の視線が久富教授に向けられた。彼は数秒の沈黙の後、重い足取りで壇上に上がった。疲れた表情だったが、その目には決意が宿っていた。私も長い間、この不正に加担してきました。久富教授の声には深い後悔が滲んでいた。学園長の指示で多賀さんを苦しめた。彼女に無理難題を押し付け、退学に追い込もうとした。それも、学園長の命令だったんだ。久富教授は自重するかのように苦い笑みを浮かべながら、壇上でうなだれた。最初に多賀さんの研究内容を見たとき、この子なら大きな成果を出せるかもしれないと期待していたんだ。だからこそ、最初は協力してやりたいと思っていた。だけど、学園長から、彼女を退学にしなければ、お前の教授職もどうなるかわからんぞと脅されたんだよ。彼は唇を噛みしめる。悔しさと後悔の色がその瞳に入り混じっている。逆らえば自分が追い込まれると思って命令に従ってしまったんだ。多賀さんには本当にすまなかった。こんなに熱意と才能を持った学生を自分の保身のために切り捨てようとした。あなたが一生懸命に未来を切り開こうとしていたのに、私がその夢を踏みにじってしまったんだ。取り返しのつかないことをしたと思う。だからこそ、
せめて真実を語らなければならない。私はもうこれ以上、学園長の不正に加担するわけにはいかないんだよ。その言葉に、周囲からは苦悶とも安堵ともつかないざわめきが起こった。久富教授の吐露する後悔と懺悔は誰の胸にも重く響く。彼の方には一筋の汗が流れ落ち、震える声が会場に染み渡るようだった。私は、あなたの下ではもう働けません。久富教授は学園長をまっすぐに見つめた。その目には解放感が浮かんでいた。長年の重荷から解き放たれる感覚。それは俺にも共感できる感情だった。久富、お前。学園長の声はかすれていた。その後、会場は完全に騒然となった。このコンクールを取材するために来ていたマスコミ関係者たちがカメラやスマートフォンを構え、この瞬間を記録していく。学内関係者も立ち上がり、叫び声や怒号が飛び交った。学園長、説明をしてください。これは本当なのか？大学の名誉が地に落ちるぞ。様々な声が響き渡る中、学園長はついに言葉を失った。膝から崩れ落ち、椅子にしがみつくようにして座り込む。彼の周りの空気は決定的に変わった。もはや威厳も権威も感じられない。ただの老人が自分の犯した罪の重さに押しつぶされていた。私は大学のためを思って。彼の弁明は虚しく響くだけだった。会場の全員が真実を見抜いている。もはや逃げ場はない。その時、増山さんが学園長に近づき、肩に手を置いた。彼女の表情は悲しみに暮れていた。おじいさま、私、正々堂々と勝負したかっただけなのに、こんなの間違ってます。彼女の声は震え、目には涙が浮かんでいた。長年尊敬してきた祖父の姿が目の前で崩れ去っていくのだ。無理もない。マチ、お前には関係のない。学園長は言葉を絞り出したが、増山さんは激しく頭を振った。違うわ。すべてが関係あるわ。彼女の声は怒りと悲しみが入り混じり、会場全体に響き渡った。私は自分の力で勝ちたかった。自分の力だけで多賀さんに勝てると証明したかったの。でも、彼女の言葉が途切れる。頬を伝う涙を拭おうともせず、彼女は続けた。でも、私の勝利は偽物だった。おじいさまが真実を曲げたせいで、私の研究の価値まで疑われる。その言葉に、学園長は顔を上げた。初めて孫の痛みに気づいたのか、その目に後悔の色が浮かんだ。マチ、私はお前のために。違うわ。増山さんの声は一段と強くなった。これは私のためじゃない。お金のため、権力のため、自分のためだけよ。そう言うと、壇上から降りる。学園長、説明を。横領の事実は認めるのか？大学の名誉はどうなる？怒号と質問が飛び交う中、大学理事会の数名が学園長を囲み、別室へと連れ出していった。その後ろ姿は、かつての威厳を完全に失っていた。増山さんは、多賀さんの方へと向き直った。そして、深く頭を下げる。多賀さん、本当にごめんなさい。私の祖父がこんな卑怯なことを。あなたの努力を無駄にするところだった。あなたのせいじゃないわ。多賀さんの声は柔らかく、優しかった。あなたの研究自体は悪くないと思うし、むしろ素晴らしいものだった。多賀さんの言葉に、増山さんの目に驚きの色が浮かんだ。本当に？私の研究が素晴らしいだなんて、あなたに言われるなんて。多賀さんは小さく笑った。ライバルだからこそ、その価値がわかるのよ。次は公正な場で、本当の勝負をしましょう。多賀さんが手を差し出すと、増山さんは涙を拭い、その手を握った。二人の間に流れる空気が変わった。敵対心ではなく、互いを高め合う、ライバル関係へと。このトロフィーどうしましょう。増山さんはトロフィーを見つめた。それは彼女にとって、もはや価値のないものになっていた。正式な審査をやり直しましょう。多賀さんは提案した。公正な目で改めて審査してもらえば、増山さんはうなずいた。二人の間に生まれた相互理解の雰囲気が会場全体に広がっていくのを感じた。あの日から1週間が過ぎた。大学は嵐の後のように静まり返っていた。学園長の不正発覚によって、キャンパス全体が深い衝撃に包まれていた。廊下を行き交う学生たちの声は小さく、教職員たちの表情は硬かった。誰もが信じていた権威が
一瞬で崩れ去るという経験は、多くの人々の心に傷を残したのだろう。文部科学省の特別調査委員会と警察の捜査により、学園長による組織的な横領がしっかりと確認された。総額は約10億円に上ったそうだ。それだけではなく、久富教授の時のように、教職員に首をちらつかせて、都合の悪い生徒を追い詰めていたことも分かった。増山学園長は即日辞任、退任が確定し、刑事責任を問われることになる、とのことらしい。一方、学園長の指示に従い、不当な扱いを強いていた久富教授も、大学の調査委員会から厳しい処分を受けることになった。彼は最終的に真実を証言し、事件解明に協力したため、解雇は免れたが、正式に懲戒処分として降格が言い渡され、教授職を失う形となった。今は一階の教員として、かつて自らが傷つけた学生たちの信頼を取り戻し、学内の再建に尽力する日々を送っている。彼自身も、今度こそ正しい形で教育に貢献したい。と語り、過去を償いながら前を向こうとしていた。そして、研究コンクールは全審査員による再審査の結果、多賀さんの災害救助用マイクロロボットが満場一致で優勝と決定した。発表の瞬間、俺は思わず微笑んだ。当然の結果だった。彼女の研究の独創性と社会的意義は群を抜いていた。多賀さんには賞金及び研究費として2000万円を支給します。その言葉を聞いて、俺たちは互いに微笑み合った。また、俺を取り巻く環境も劇的に変わった。隠れていた天才数学者、真実を暴いた勇気ある清掃員。そんな呼び名が大学中に広まっていた。耳に入るたびに照れくさく、少し窮屈に感じた。長い間、誰にも気づかれず生きることに慣れていたからだ。急に脚光を浴びる生活は、正直なところ落ち着かなかった。それだけではない。俺が過去にチューリヒ工科大学で受けた濡れ衣と、俺を陥れた教授の研究費不正流用が明るみになった。俺が多くのメディアの前で告げたことが広く拡散され、海を越え母校まで届いたそうだ。結局、教授は大学の調査委員会によって厳しく追及され、最終的には研究不正と権限乱用の責任を問われて解雇、研究職資格の剥奪処分を受けたと聞いている。かつては将来のノーベル賞候補とまで噂された人物があっけなく全てを失うことになったのだ。チューリヒ工科大学は学長名義で正式な謝罪文を送付してきた。俺が告発した内容を見過ごし、結果的に不正教授による改ざんを見抜けなかったこと、そして俺を不当に退学、追放という形に追い込んだことに対する謝罪だった。それだけでなく、過去に取得していた単位や研究実績を改めて再評価してくれて、事実上の名誉卒業のような形で公式な修了証も発行されることになった。正直、あの頃に味わった苦しみや孤立感を思い出すと、今更卒業証書が届いても、素直には喜べない部分もあった。でも、それでも胸の奥には、小さく固まっていた何かがほどけていくような感覚があった。長年の理不尽と屈辱が、ようやく形の上でも報われる。俺の中で終わったはずと思っていた過去に、静かにけじめがついたんだ。新しい研究棟の窓から差し込む朝日が、金属製の機器に反射して、部屋中を優しく照らしていた。多賀さんは白衣を着て、小さなロボットに向かって作業している。研究費により、新たに整備された広々とした研究室には、最新鋭の設備が並んでいた。多賀さんは、研究費の2000万円を得て、救命ロボット開発に本格的に着手した。彼女の目には、昔よりも強い光がある。かつての不安や恐れは消え、確かな自信に満ちていた。以前の彼女は、常に誰かの評価を恐れ、自分の力を疑っていたが、今は違う。自分の価値を知り、自分の可能性を信じるようになった。多賀さん、朝早いね。俺は研究室のドアを開けて声をかけた。彼女は、作業から顔を上げ、パッと笑顔になる。その表情には、純粋な喜びが溢れていた。先生、おはようございます。いつもより早く来ちゃいました。昨日考えたアルゴリズムを試したくて。彼女の声は弾んでいた。救命ロボットの開発は、彼女にとって単なる研究テーマではなく、魂を込めた使命だった。彼女が作業に没頭する姿を見ていると、純粋な情熱に心打たれる。どうですか？新しいセンサーの実装は。順調です。従来より約 30% 感度が向上しました。でも、狭い場所での動きがまだ不安定で。
彼女は少し首をかしげた。挫折ではなく、次の課題を見つけた研究者の表情だった。そこをどう解決するか、一緒に考えよう。俺は彼女の横に腰掛け、ロボットを手に取った。かつては清掃員として廊下を掃除していた俺が、今は特別教授顧問として研究指導をしている。この変化は、時々非現実的にさえ感じる。タガさん、この部分の制御アルゴリズムを少し変えてみよう。俺はホワイトボードに数式を書き始めた。タガさんは真剣な眼差しで俺の横に立ち、一つ一つの式を追っていく。彼女の瞳には知的好奇心と尊敬の色が混ざり合っていた。先生の説明は本当にわかりやすいです。彼女の言葉に胸が温かくなる。単なる褒め言葉ではなく、彼女の純粋な感謝の気持ちが伝わってきた。君のおかげだよ。君がいなければ、俺はきっと今でも夢を捨てて廊下を掃除していた。タカさんは少し頬をあからめた。そんなことないです。先生の才能はいつか必ず認められたはずです。彼女の言葉には確信があった。信頼に満ちた彼女の視線を受け止めながら、俺は思わず微笑んだ。町田先生とタガさん、お似合いですね。突然の声に二人して振り向いた。ドアのところに増山さんが立っていた。彼女の顔には茶目っ気のある微笑みが浮かんでいる。増山さん。タガさんは顔を真っ赤にして抗議した。何を言ってるんですか？こら、増山さん。大人をからかうんじゃない。俺は少し厳しい口調で言ったが、増山さんは全く動じなかった。私だってもう大人ですよ。先生、逃げちゃダメです。タガさんのことを大切に思っているなら、もっと素直になるべきですわ。増山さんはファイルを手にすると、意味ありげな微笑みを残して去っていった。部屋には気まずい沈黙が流れた。タガさんは顔をあからめたまま、何も言えずにいる。町田先生、増山さんの言うこと、気にしないでくださいね。タガさん。はい。俺は彼女の名前を呼んだ。心臓が激しく鼓動していた。もう逃げない。真実から目を背けない。それは学問だけでなく、自分の気持ちにも当てはまる。俺は君を特別に思っています。単なる学生としてではなく、言葉を選ぶのに苦労した。心の中ではもっと複雑で深い感情が渦巻いていたが、それを適切に表現するのは難しかった。先生、私も。彼女の声は小さいながらも明確だった。先生のことを一人の人間として尊敬しています。そして、それ以上の気持ちも。彼女の告白は率直で純粋だった。ありがとう。そう短く答えると、彼女は照れたように微笑んでうなずいた。お互いの思いを確認し合うだけで、こんなにも心が軽くなるのか。そんな不思議な感覚に包まれる。胸の鼓動を感じながら部屋を出ると、ふと足が止まった。視線の先には、かつて清掃員として毎日磨いていた廊下が静かに伸びている。今はワックスがかかり、ピカピカに輝いている。新しい清掃員の仕事だ。その人物にも、俺たちには見えていない物語があるのだろう。誰かを支え、誰かに支えられて、生きているのだろう。人は一人では生きられない。タガさんとの出会いが、俺の人生を変えたように、誰かとの絆が人を成長させ、進むべき道を照らしてくれる。もう逃げない。もう隠れない。真実と向き合い、自分の可能性を信じて前に進む。それが、俺の選んだ生き方だ。